おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新情報をお届けします。今日は大きく2つ。アメリカのカリフォルニア州ベイエリアでテスラがロボタクシーサービスを開始したという話題。さらにモデル S と X についてもヨーロッパで大きな変化が起きています。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初の話題はアメリカカリフォルニア州のベイエリアで始まったテスラのロボタクシーサービスについてです。2025年7月末、テスラはついにサンフランシスコを中心としたベイエリアで配車サービスの運用をスタートさせました。このエリアにはバークレー、オークランド、フリーモント、そしてサンノゼまで含まれ、かなり広範囲にわたります。しかし、こちらもオースティンと同様、運転手がいます。この背景には、カリフォルニア州の規制があります。現時点ではテスラはカリフォルニア州公共事業委員会 CPUC や自動車管理管轄の DMV から無人の自動運転サービスを運営する許可を取得していません。そのため実際のサービスでは運転席に人間のドライバーが乗り FSD の動作を監視しながら走行しています。これはフル自動運転というより助手付き自動運転といったところでしょうか。ちなみに利用者にはアプリ上で運転手が同乗する監視付き FSD 運行になるという案内も表示されているとのことです。つまり、今回の動きは技術的には前進ですが、法律や規制の壁がまだまだ高いということが改めて浮き彫りになった形とも言えます。では、ここからはテスラがあえてオースティンと同様に人間ドライバー付きという形で他の地域でサービスをスタートさせたのか、その理由について考えていきたいと思います。まず考えられるのは FSD の実地データを蓄積するためという目的です。実際にベイエリアのような複雑な交通環境で FSD を走らせながらユーザーの乗車データやフィードバックを集めることでシステムの改善に役立てる狙いがあると考えられます。そしてもう一つのポイントが規制当局との駆け引きです。完全自動運転のサービスは各州の許認可が必要ですが、そのハードルは非常に高いのが現実です。今回のように安全ドライバー付きの状態で、まずは実績を積み重ねることで問題なく運用できていますよという実績を示し、将来的に無人運行の許可を得るための布石にしているとも考えられます。また、ユーザー側にとっても、いきなり無人タクシーがやってくるより、まずは人が乗っている状態から始めることで、心理的な安心感を与える効果もあります。さらに、イーロン・マスクさんは以前、年内にロボタクシーの展開を全米に広げていきたいとも発言されています。今回の取り組みは、その目標に向けた過渡期のフェーズとも言えるでしょう。つまり、今回の動きは、技術、ユーザー、そして規制の3つを見据えた上での現実的かつ戦略的な一歩という見方もできるのではないでしょうか。では、ここからはもう一つのニュースでもあるモデル S とモデル X に関する気になるニュースです。2025年7月、テスラはヨーロッパでモデル S と X の新規注文を停止しました。これまでのように公式サイトでカスタムオーダーをしようとすると注文画面には進めず在庫者の一覧だけが表示される状態になっています。対象国はドイツ、フランス、ノルウェー、イギリスなど主要な欧州諸国です。この変更についてテスラからの正式な説明や声明は出ていません。では、この動きは一時的なものなのでしょうか、もしくは新型モデルが発売されるので、それに合わせての動きなのでしょうか。個人的には新型モデルが出るので、それに合わせての中止だと思っています。現在日本も注文できないので考えられるのは、もともとモデル S と X に関してはテスラの中でもそんなに売れている車ではありません。なので現在の在庫をまずはなくして、そのタイミングで新型のモデルを発売していきたいのではないかと思います。これは逆に言うと、新型のモデルがいよいよ発売される前兆かなとも思います。唯一心配されるのは、元々の販売数が少ないので、
一時停止ではなく、今後販売停止にならないのかという点です。日本においても一切次の販売の情報が出ていないので、もしかしたら新型が発売されても日本での発売自体ない可能性もあります。なのでモデル S と X は売れていないと言っても一定数のニーズがあるわけなので、欲しい方にとっては今後の販売動向が気になります。皆さんはこのあたりどう思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。ということで、ここまでテスラがベイエリアで始めたロボタクシーの実態とモデル SX の欧州注文停止について見てきました。今後テスラの車両ナップがどうなっていくのか、モデル YL、モデル3プラスという新車種、そして廉価版も出てきます。それに伴いモデル S と X に関しての販売をどうするのか、そしてロボタクシーの展開として今後の地域戦略やいつドライバーが外れるのか、規制に対しての対応をどう進めていくのか、今後も注目となります。皆さんは今回のニュースどう感じられましたか？コメント欄でぜひ意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日も下げておりまして、現在309ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。ほんと毎日暑いですよね。皆さん体調など崩してないでしょうか？朝からもうかなり暑いですが、僕は今年の夏、ちょっとだけ嬉しいことがあります。それが太陽光とパワーウォールです。今年の春に太陽光とパワーウォールを導入して初めての夏ですが、朝からいい感じに発電し、パワーウォールに蓄電もできて、テスラの充電もできています。クーラーもつけていますが、太陽光の発電でカバーできています。同時にテスラの充電となると少し足りないんですけれども、テスラも別に毎日充電するわけではないので、特に電気代を気にするというのがない夏になっております。これからもっと夏は暑くなっていくと思いますし、災害も増えているので停電のリスクもあると思います。けど太陽光と蓄電池さえあればそういったリスクもかなり減ります。なのでやはりおすすめです。もちろんイニシャルコストはかかりますが、安心っていうことを考えると費用対効果は高いと思います。この真夏のものすごい暑い中で停電となってきた場合、これは本当に命に関わるところなので、僕はイニシャルコストはかかりますけれども、導入できるんだったら導入しておいた方がいいんじゃないかなと思い、実際に僕も導入させていただきました。なので、もしこれから太陽光や蓄電池ね、これを入れようかなと検討されている方がいらしたら、当然蓄電池はパワーウォールがいいんじゃないかなと思います。そして太陽光は N 型のパネルがいいんじゃないかなと思います。そしてこの N 型とパワーウォール、業界でも指折りの SR ソーラーさんをご紹介できます。興味がある方がいらしたら概要欄に僕のサービス一覧のリンクがありますので、そこをタップしてもらうと右の画面のようなページに飛びます。その中に SI ソーラーさんへのお問い合わせリンクがありますので、そこから問い合わせの方されてみてください。こちら無料相談となっていますので、ぜひね、いろいろと聞いてみてください。はい。ということで今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。